こんにちは、ヨッシーです。今回はハヤブサの剣でポイズンスラバートと呪われしダガーを加速し、ダークセイバーで倒しきるその名も黒いハヤブサの剣ビルドを紹介したいと思います。なぜハヤブサの剣でポイズンスラバートを加速することを考えたかというと、毒漆のような他の毒ビルドやポイズンスラバートのミラーマッチにおいて、とにかくポイズンスラバートの回転率の高さが勝敗を分けると思ったので、できるだけポイズンスラバートの起動回数を増やそうということでハヤブサの剣を採用することにしました。さあ、最初の武器としてシャベルを作りました。リーパーは専用バッグの毒のおかげでレンジャーよりも序盤が勝ちやすいので、そこでゴールドを稼いでおこうという考え方をしています。あとは序盤負けてもゴールドを稼げれば後半巻き返せるということもあるので、リーパーでシャベルスタートはありなんじゃないかなと思っています。ポイズンスラバートを作るためのベニテングだけが手に入る可能性があるのもいいですね。さあ、お相手は松明2つに癒しのハーブが2つ。これは相手の方が回復力が高いですね。序盤早々にして2個もライフが減ってしまいました。厳しい出だしになってしまいましたが、ポイズンスラバートが完成すれば割と安定してくるので、まだ慌てる段階ではありません。迅速のグローブを購入してバトルスタート。貯金箱2つと会員カードを積んでいるので、これは勝ちたい相手ですね。ただハンマーがどんどん情報修正されてきているので、そこが怖いところ。スターンを食らってしまうが体力は有利な状況。OK、これは勝てましたね。さあ、シャベルからベニテングだけが手に入りました。これがあるのでシャベルだとポイズンスラバート作りが安定しますね。合成できるように配置を変えていきます。砥石2つ目も来てくれました。英雄のロングソード作りと違って砥石2つで済むのがいいですね。グローブはバナナを加速するのにここは使っていきたいと思います。さあ、お相手は英雄の剣に松明、そしてリジェネが6もある。こちらは武器の攻撃力が低いので毒を貯められるかどうかですね。これはいい勝負。スラバートがかなり頑張ってくれている。残り9まで押し込んで勝ちきれない。これは悔しい負け。しかしここでポイズンスラバートと英雄の剣が完成しましたので、ここから勝っていきましょう。ウエストポーチはポイズンスラバートの回転率を高めるために見かけたらなるべく買うようにします。さあ、お相手は魔法の杖ができていますがマナがないので、これは大丈夫そうですね。相手から食らう毒はポイズンスラバートが解消してくれますので、終盤毒の差がついてこれは余裕だと思います。 OK では7ラウンド目。次のラウンドで呪われしダガーを取るのですが、その前に準備しておきたいものは特にありません。毒漆を取る前までにシールドポーションを進化させておきたいみたいな準備は特別ありませんので、その点は楽なビルドですね。さあ、お相手はフライパン、富の宝箱、毒ポーション、ベニテングだけにゴールドを使っているので、これは勝てると思います。ポイズンスラバートは毒を与えるだけではなくて解消もしてくれるのが強いですね。毒が30も溜まってきました。 OK、 ここで呪われしダガーを購入。そろそろハヤブサの剣を完成させておきたいところですね。ブルーベリーはダークセイバーの能力を起動するために必要になりますので買っておく必要があります。そしてランプが半額ですね。買う予定にないものですが、ポイズンスラバートの起動が早くなるので半額なら買っていきましょう。おっと、ミラーマッチ。ハヤブサの剣ができていれば余裕な相手ですが、できていないところで当たってしまった。ただ魔人のランプが変えたので、ポイズンスラバートの回転率的にはこっちの方が高そうですね。 OK、 勝利。ポイズンスラバートが出来上がってから順調に勝ち進んでいます。さあ、ノコバが出てきたのでシャベルと交換。今また環境にブラッドソーンが増えてきているのと、トゲタテを使っている人がとにかく多いので、ノコバは積んでおいた方が今は勝ちやすいと思いますね。さあ、行ってるそばからトゲタテ。いいタイミングでノコバを購入することができましたね。さすがにこれは対策が刺さって勝利。さあ、そろそろ迅速のグローブが欲しい。バナナも欲しいですね。ここからライトセーバーを買っていくので、スタミナの準備をしておく必要があります。
光の書を最終的に積みたいのでブルーベリーも増やしておきたいですね。さあお相手スラバートが2体いるが回転率は高くなさそう。ただヘルムの存在が怖い。武器を相手はゴーストダガーしか積んでいないのでそこで差が出そうですね。 OK、 意外と余裕がありました。では11ラウンド目、ポーションベルトは買っておきましょう。おっと、アッキのフラスコと光の書が半額。アッキのフラスコはライトセーバーを買った後に買いたいものですが、さすがに半額なら先に買っておいてもいいですね。さあお相手はヒートで加速するタイプのポイズンスラバートビルド。毒の量で押し負けていますね。これはまずい展開。光の書の無敵でなんとかまくれるかどうか。体力逆転、非常にいい勝負。 OK、 ギリギリでしたがなんとか勝つことができました。いやー危なかったですね。さあようやくここで2つ目の迅速のグローブ、そしてスタミナポーションも来てくれました。これで次のターンライトセーバーを使っていくスタミナを確保できますね。さあ茨の鞭が見えるがクラスチェンジアイテムが見当たらない。半額のクラスチェンジアイテムを買って売っ払ってしまったのでしょうか。トゲビルドのようなのでこれはノコバで余裕で倒せますね。危なげなく勝利。ここでちょっと遅くなりましたがはやぶさの剣が完成。配置を変えていきます。このように配置をするとダガー、ライトセーバー、はやぶさ、ポイズンスラバートの収まりがいいですね。さあお相手はブラッドソーン2本、その火力をノコバ1本で抑え込めるかどうか。際どい勝負になりそうです。無敵は間に合わなそうですね。おお危ない、ギリギリの勝利。さあサバイバルモードに進んでいきましょう。ダークセーバーも完成しましたので問題なくサバイバルモードを生き抜いていけると思います。あとはスタミナを増やしていくのとダークセーバーをもう1本作れたらいいですね。2個目のスタミナポーションが出てくれました。これもバナナと合成していきます。おっとすごい数の盾。本当に最近は盾を積む人が増えましたよね。さあ毒漆に対してはポイズンスラバートで毒を解消していけるので有利なマッチアップになっています。こんな感じで余裕ですね。残り4ラウンド。勇気の盾が半額なので買う予定にないものですが買っていきます。さすがに6ゴールドでこの効果は強いですからね。ニンニク、ドラゴンブーツ、シールドポーションの効果を高める配置にしていきます。リロールをしても大したものが出ませんがポーションベルトをキープしてバトルに行きましょう。さあドラゴン3体に松明2つ、アリスイの加速もある。かなり速そうなビルド。そしてここで無敵。やばそうだが体力はいい勝負。おっとダークセーバーの威力がすごい。66ダメージ。一気に勝負を決めてくれましたね。はやぶさの剣で加速もされているので攻撃速度もいい感じでしたね。さあ2本目のライトセーバーを購入。そして苦痛のヘルムを作りたいので不屈のヘルムを買っていきます。16ラウンド目の相手は弓と光の書が2冊、聖なる鎧も積んであるので毒と目くらましが解除されてしまいますね。ダークセーバーとライトセーバーの火力が抑え込まれている。ただそれでも56ダメージ。ポイズンスラバートの回転率が高いですね。呪われしダガーも加速されていますのではやぶさの剣がかなりいい仕事をしていると思います。さあちょっと盾を使っている人が多くてスタミナが足りなくなっているのでノコバの攻撃速度を下げていきたいと思います。それから一番下に配置していたスタミナポーションを2回発動するように1つ上に上げました。おっと幸運の豚ちゃん2つでトゲ立ての確率が上げられている。なかなか厄介なことをしてきますね。スタミナの消費が早い。無敵中にリードをしたいところだが体力リードできず、負けてしまいました。強かったですね。意外と幸運の豚ちゃんがバカにならなかったような気がします。さあ2冊目の光の書を購入。ブルーベリーも増やしておきましょう。これで最終バトルレッツゴー。おっと吸血のグローブ4つ。かなり仕上がっているブラッドソーンビルド。敵の火力がすごい。90ダメージを食らう。しかし無敵の間にダークセーバーがいいダメージを出して勝利となりました。ブラッドソーンが279でダークセーバーが225。いい勝負でしたね。対戦ありがとうございました。はい、ということで黒いはやぶさの剣ビルドいかがだったでしょうか。
それでは現在の環境分析からしていきたいと思います。最近はとにかくトゲタテを持つ人が増えてきていると思います。トゲタテはバージョン 0.6.2 でリワークされてトゲが生成しやすくなったのですが、リワーク直後は使用率が増えたという印象はありませんでした。バージョン 0.6.4 で毒漆環境になってトゲタテの使用率が上がり、そこでトゲタテの強さに気がついた人が増えたんじゃないかなと思います。それで毒漆がナーフされた後もずっとトゲタテは使っているという人が多い印象がありますね。毒漆とヒート関連のものが強かった先週と先々週は影を潜めていましたが、それが終わったことによってトゲタテの強さがより顕著になってきたと思います。最新のアップデートでスタミナの減少幅が 0.4 から 0.3 にナーフされましたが、トゲタテの強さの本質はそこではなくトゲの方にあると思っているので、ちょっとずれたナーフになってしまっていて、あまり弱体化にはなっていないなと個人的には思っています。トゲタテが環境に多いと何が問題かというと、トゲによるダメージとスタミナ消費の影響で複数の武器を積むのが難しくなるという状況になってしまっています。特にダメージが低い武器だと与えるダメージとトゲによるダメージが等しくなってしまい、ただただスタミナを減らすだけになってしまいますので、ダガー系の武器はかなり使いづらい状況ですね。それで現在の環境では盾の影響を受けない遠距離武器や1本の武器で大ダメージを出せるブラッドソーン、あとは同じく盾の影響を受けない毒を中心としたビルドが環境の中心になってきていると思います。それではこれらを踏まえた上で今回のビルドについて解説をしていきたいと思います。今回のビルドは特にトゲタテの影響が大きい序中盤は毒で攻めていけるようにポイズンスラバートを軸としました。ポイズンスラバートは毒漆のような他の毒ビルドに対しても優位に立つことができます。そしてはやぶさの剣で回転率が高くなるようにすることでミラーマッチに対しても優位に立てるようにしています。さらにははやぶさの剣で呪われしダガーを加速することによって目くらましの数も増やせますので、それによってリジネなしでもライトセーバーの攻撃力を上げていくことができるようになっています。ダークセーバーに進化できればさらに目くらましを増やしていくことができるので、終盤には武器全般の対策ができるビルドになります。そこにさらに環境対策としてトゲやブラッドソーンの対策のノコバの剣、それからバフ対策として苦痛のヘルムを積むようにしています。吸血ビルドやヒートビルド、それからマナビルドなんかもバフの量がとにかく多いですので、少しでも邪魔をすることができるとかなり戦いやすくなりますね。そんな感じで毒ビルド、トゲビルド、吸血ビルドあたりを抑え込めるビルドに仕上げていますので、十分環境に張り合えるビルドになっています。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ、また見てね。バックバックバトル大喜利コーナー。今回のお題はこちら。スラバートが突然喋った。なんと言った？店長、虹色に染めて金儲けしちゃいましょう。